OK。大丈夫かな。はい、こんばんは、どうも。スペースの皆さん、どうも。もうなんかさ、なんか新しいアイコンが結構入ってます。ねえ。ファーストリスナーみたいな感じで、ありがとうございます。どうも。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、なぜかここにペコニャンがいる。ペコニャンはだって、あっちじゃないのYouTuber じゃないの ?YouTube じゃないのこっちはトッキーチャンネルさんこんばんは。はい。ね、月曜日になりました。ね、9月12日、まあ、ほぼ半ば月の早いよねと。早いんだけど、なんか、蒸し暑さが全然抜けないっていうか、終わんないっていうか、ね、残暑だね。こんなもんか。ね。最後の残暑っぽい感じだよね、でもね。日が暮れるのがすぐ早くなってるから。ちょっとね、若干ブルーになるよね。日が暮れるの早くなるとね。わかる、その気持ち。ああ、もう日が暮れるんだ、みたいな。ブルーみたいな。違う。まあでも、秋は秋でまたね、食べ物が美味しくなるっていうか、やっと空気が新鮮に感じるんで、なんか美味しく食べれるっていうことでは、すごいいいんじゃないかななんて。テイさん出てきました。はい。出た。ということで、なんか相場が膠着状態今。ね。すごいなんか勢いがあったそこ380円上行くのかと思ったら行かなくて、なんだよと思ったんだけど、行かないとこがまたいやらしいよね。わざと行かないんだよね、これね。後で行こうとしてるでしょ、これ。380円。まあ、こうすごい溜まってたから。一応、日中ですね、ここ380円は、1880枚ぐらいあるんですよ。約定が。2000枚近いんで、2000枚近いとこは、そこをまた通過すると結構高く推移するんで気をつけてくださいってことだったんだけど、そこまで行って反落するっていうね、行きそうで行かないっていうとこがまた、なんていうの、余計ね、この380円っていうのが気になってくる。で、多分、どうせ上に行くと思うんですけども、だからここが皮切りにサポートになってきたりしますので、今後の相場の分岐点みたいなのあるのかなということで注意しましょうということです。それから、そうか、ノートに出している、売買動向の方をちょっと変えてますが、ごめんなさい、これナイトセッションはね、フォーミュラをどういう風に変えたらいいか分からなくて、すいません。ナイトは通常通りマニュアルでやってますんで、これも自動的に出るように、ちょっと、あっちのシカゴの人と交渉して、どういう風に変えていったらいいかちょっと相談しますね。ごめんなさい。今週、ちょっと時間くださいということで、何がどう変わるんですかと。このノートを見てる人は、すぐわかると思うんですけども、ちょっと待って。今ここで説明すればいいのか。じゃ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 ん。
まあもう前から早くやれっていう話なんですけどね、これね。だったら苦労ないっていう話なんだけど、まあ、要するに、オートメーション、自動的にプライスをフィードして計算するように、スプレッドシートにその関数の、マクロ、式を入れて、アップデートするように、しました。で、日中はもうできるんで、見てる人はもうすぐわかると思うんですが、これは初めてあれか、YouTube で公開するのか。いいのかなこれ。いいか。まあいいや。面白いんでこれ見てください。で、スペースの皆さんもちょっと想像していただければと思います。後で YouTube で、チェックしてください。これなんですけども、これが日中で、見方よくわからん。てさ、わかんない。YouTuber の人でこれ見方わかんないっていう人いる？はい。あっちのスペースの方は、見方説明してほしい。どう？そもそも買ってない。いや、買ってくださいよ、じゃあ。まあ、そこそこ。もう手打ちじゃないんで、今までずっと手打ちだったんですよ。手打ちだったの今の。すいません。いちいち、タイピングしてたから、ね。それこそ、間違える時もあるんで、もう自動的に入るようにしましたんで、見方よくわかる。はい、わかりました。じゃあ、これからいくよ。ラージのネットっていうのは、ちょっと待って。日経、こっちの方がわかりやすいのかな。わかった。じゃあ、ちょっとラージ、日経、あ、やばい。チャートが見えないか。I support a significant increase at our next meeting on September 20th and 21st to get the policy rate to a setting that is clearly restricting. 明日のでも CPI 出たら一気に下がるかもね。これ容赦なくフェッドを上げてきますよ。堅調に推移する株価っていうのは多分フェッドにとっては誤算だと思うんでこんなはずじゃないんですけどみたいな。だから結構バシッとに上げてくるよこれ、ということでスプレッドシートちょっと待って。トピックスとかはだいたい普段どれぐらいの取引されてるか知らんもん言われてもな。トピックスの方がよく取引されてますよ。そっちの方が客が取引してるからね。日経よりも。最初から導入すればいいんですけど、いや、そうなんだけど、もともと日経っていう話だから日経中心にやってたんだけど、日経中心にだけでいいのかなってずっと前から思ってたんですよ。先物だからまあ、トピックスも考えなきゃいけないなと思って、そしたらやっぱり調べてみたら、それなりにトピックスも影響あるのが分かって、さあ、このラージ日経ネットって書いてますけど、ネットっていうのは、買い越しと売り越しを足したものです。買い越しと売り越し。それで、買いの枚数が多いと、ネットで買い越しになります。そうすると、ここが整数になりますので、
これ190とか147とかありますよね。だから買い越しです。で、ミニも同じ。これネットで、つまり売りの枚数を、売りの枚数をマイナスとして、買いの枚数をプラスとして足したものです。そして残ったものがこれ整数でプラスなので買い越しってこと。今の説明で分かった。このネットってやつ。ネットっていうのは、売りと買いは合わせて、その結果が出てきたことを言ってます。で、総合ネットっていうのは、ラージとミニをそのまま足したもの。で、ミニをラージに変えてますので、公式ありますけども、割ることの10になってますので、ラージの大きさに直しているということですね。で、足して、で、小数点、カットしてます。四捨五になってるかな。だから、小数点整数だけで出してます。で、これで見ると、ずっとね、プラスなんだよね。プラスなの？プラスだね。マイナスがなかった、総合は。あ、そう。じゃあずっと買い越しだったんだね。どっちにしろ。なぜかというと、ミニは頑張ってたから。そうか。で、これ比率。比率。比率でね、でもね、面白いのが、どこだ 0.99 ってあるでしょ、これ。8時50分からのチャートって見れる。今日の。5分足ぐらいがいいのかな、細かく。どうせ5分足で、5分刻みにあるんで、その前に365とかついてるけど、ほら、だんだん上に来てるでしょ、これ。セプテンバー。And I mean, by and large, these fiscal transfers are not a free lunch, and therefore you should see that reflected partly in the peripheral spread widening. And that again would put the central banks again in a bit of a tough spot. The thought process here is that yes, it does temporarily create this relief rally. これが5分足今日のミニ日経なんだけども。8時50分でこれでしょ。もうガツンと上行ってんだよね、これね。まあ一回下がるんだけど、このガツンといったのがもう買いシグナルっていうか、まあ要するにラージと比べてミニ日経にこう大きな買いが入ると、それこそ多分ね、稲妻ラリーの、始まったみたいな感じの動きだと思いますので、これ数字で見ると、比率で1に近い。結局、ラージが、そうか、ちょっとミニと比べて若干多いんだよね。だから、1以下なんだけども、だから、要するにまあ1以上になってくると、ミニが強くなってくるんで、それを見ると、1以上のとこは、相場そのものが強いイメージなんですよ。とか言って、今380円ついてんだけど、ちょっと待って。何なんだよ、これ。俺が説明してるときに付き上がったってやつ。ご登場の皆様、まもなくご出発いたしますので、早めにゲートまでお越しくださいませ。パン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 ってやつ。まあでもそんなに、でもさ、ミニがこう溜まってくるから、パコンってきそうなんですよね。
The core is going to be the key. Stripping out the energy costs. We all know what gasoline prices are doing. We can see it on a big billboard when you go past the pump every single day in the United States. The other issue is ナイトセッションはミニがマイナスなんだ。1200枚ほど。あれマイナス838枚。急に変わった。ラージが125枚買い越し。ラージ主導の買い越しになってる。じゃあ気になるトピックスはどうなの？で、438枚買い越し。基本的になんかね、ずっとトピックスがナイトセッションを買われてるっていう感じなんで、なかなか下行かないんですよ、これ。ほら。今頃行きやがった。そっか。私のこのスペース&YouTube に合わせて気使って今ついてくれてるわけ。ウォータースライダーじゃないのね。違います。下じゃない。上です。逆ウォーターです。今日上がってますね。上がってますよ。あららららら、450。なんなんだよ、これ。言ったじゃん、これ。380円。怪しいって。今頃つくっていうね。だから、タイミングが難しいんです、これ。つきそうでつくよって言うとつかないからな。ねえ。なんかじらすのがうまいみたいな。まあいいや、これ、一応これ、相場が見えるようにしてるんで、このスプレッドシートの説明続けていいですか？そんなもん続けなくてもいいって。いや、続けさせてください。どこまで言ったっけ？そうだから比率があって、例えば、今日なんか面白いのが10時10分、10時15分の相場を見ると、どうなってるかっていうと、ほらほらほら。10時10分、10時15分見てこれ。バウンスしてるでしょ、これ。リバしてるでしょ、途中で。この関係なんでね、これ10時15分、10時10分でしょ、10時15分でしょ。反発してるじゃん、相場が。まあ、これ5分足なんで超短いやつなんだけど、これを見ると、比率を見ると、1以上になってるでしょ。つまり、ミニが強いのよ、ラージよりも。だから、両方とも、ミニとラージは両方とも買い越しで、ミニの方がラージより買い越し強くなると、そこは相場反発するっていうところが、そういうところに気がついたってことです。ご登場できずすいません。ケールさん。私、一応、どれぐらい前から言ったっけどれぐらい前から言ったっけ俺、4時間ぐらい前から言ってますけど。はい。お客様困ります。お客様、ケール様。もう出発してまいりました。出発してしまいました。すいませんって。まあ、でも戻ってきたから今走っていけば捕まって乗れるかもしれない。ね、くれぐれも気をつけて。それで、そうだからこの比率、まだまあ、
必ずしもそうだっていうわけでもないと思うので、これからずっとデータを貯めていって、ね、こういった時にこうなったら、上がるんだっていうのは、多分絶対、パターンとして出てくると思うんで、それを見ていきたいと思います。はい。で、こういう時もあるんだよね。11時15分って何？ 11時25分とか。11時15分、26.3 っていう、すごい大きな比率で出ていますけども、10時11時に15分全然大したことなかったりして、11時15分。この辺か。大した変な動きがないね。でもこの辺、11時過ぎてから11時40分までの間、なんかね、なんかが変わってるんですよ。何が変わってるかっていうと、It's dominated some of the calls from the big banks over the last few months, but behind the scenes, we have seen a significant slowdown in deal making. Trading's been okay. Trading's sort of continued. Be interesting to see whether that continues. But deal making is definitely slowing down. Unsurprisingly, こんな感じなんでね。 as ever, Wall Street will react. Yeah, no, it's true. ただ最初のリアクションが Who holds the power then? Because like a month ago or even 6 months ago, it was you had the option of こういうふうに Wall Street. The workers were really holding the power in terms of ど how う they い were う going to work, the hours they were going to work. マーケットの動きになってるかっていうのを比率でなんかね、パターンが分かってくるのかななんて思ってます。また最後になってこうやって増えてるんで、最後どうなってるのこれ。Get yourself back into the office, get yourself back into the chair, and I think that's probably emblematic 最後は最後でまたちょっと反発してるわけね、下から。Employee to employer. It was, as you suggested right at the top, at some point that was going to be inevitable. Let's talk about the other story that we're focused on so much as well today. This big shift that we've seen in the dollar. The dollar is down. Haven't been able to say that a lot recently. You're certainly getting some traction in the pound. You're certainly getting some traction in the euro. 15時ちょうどからこうちょっと相場がなんか上行ったり下行ったりなんですけども、なんか反応みたいなのがあるんだよね、こうやってね。と、もう一つ面白いのが、これなんだよね。このやっぱりね、トピックスなんだけど、トピックスは、一応このミニの直近値がついてますんで、先物がどこで推移しているか、これでもわかるというのと、トピックスネットありますか？これも売りと買い合わせて、買い越しか売り越しかっていうのが出てきます。それで、これはでしょ、これ。プラスからマイナスになった時はね。だから、259、230、261、195とか言って、プラスなんだけども、急に9時35分から9時40分、この間にマイナスになっちゃうんですよ。マイナス144、マイナス216、マイナス156っていうふうに。ずっとマイナスになって、10時20分はずっとマイナス710枚っていうふうにトピックスが売り越しになってくる。9時40分から。で、9時40分からの相場を見るとどうなってるかっていうと、which actually shows the dollar going back to 2018. And what I'm noticing on the chart is that there is evidence that the trend is exhausted in the US dollar. The upside target 9時40分、ほら、9時40分、この辺だ。9時35分から9時40分の間に、トピックスが売り越しになったとき、このタイミング、はい、ガタッと下がってるから、ね、しかもこう、今日の天井で相場が下落しているというのが、トピックスのこの買い越しから売り越しになったときにわかる。で、その時に日経見てると、
めちゃくちゃ買い越しなんですよ。ミニもラージも。なので、今までこのラージとミニ見てるときに、あれなんで売られてんだろうなんでこれ、日経堅調なんだけど、なんでこんな売られてんだろうかって思ってたんだけど、実はこのトピックスが影響しているっていうのが、ここでわかる。どうよこれ。新しい発見。はい、パチ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 。自分で自分を褒めるっていうね。どうこれ使えるっていうかさ、まあ結局日経だけ見てると分かんないっていうのは、相場が分かんないっていうのは、こういうところで出てくるのかなと思う。なんでこれ売られてるんでしょうってこれね、みんな言ってますけども、意外とそのトピックスがなんか影響してんじゃないかっていうことです。だよね。OK。なのでトピックスを見ていきましょうっていうことです。give you scope to something even lower, maybe even closer to around 70 or 65 or so. But right now, I'm looking for oil to get down to around 75. And again, the key level there on the upside is 100. Remember, oil peaked in June just as stocks were bottoming. So I think this is a big アンフィニッシュとは、常で不出来になって残っている種目。アンフィニッシュっていうのは、結局また私自身が勝手につけた名前なんだけど要するにこのこれを見ればいいのかそっちの方に今日だいたいあれでしょ朝からさだいたい相場昨日の夜からもだいたいもうちょっと相場が反発しやすいっていうイメージあったじゃないですか。だからそういうイメージで見てたんですけども、相場が上に行くときに、ボリュームで見ると、必ずなんかね、変なところでね、行きそうで行かないときがあるんですよ。溜まっていて、相場が溜まって、あれ上行くんじゃないかなっていう時があるんですよね。それが、約定がすごい溜まってる時結局相場ずっと見てるとそういうのずっと分かってくるんだけどでこのいつからもうね9時42分からね俺おかしいなと思って一旦9時42分今日のノートなんですけど9時42分からこれ見たときにこれがディストリビューションなのにこっちにね今日のハムレット君がこの水色で出てきてるでしょこれこれでもう1600枚ついてるから9時42分の時にこのレンジの高値圏でしかも1600枚ついてるってことはこっから先あるんだなと思ったんですよ。こっから先だから今日の9時42分からこの380円を抜けていくんだなって私は思ったんです。それがね今さっき言いましただからそのタイミングがね難しいんだけど、だんだんこれ溜まってくるわけ。こうやって。これはミニか。これもミニ。あ、これもミニか。溜まってるでしょで、どっかでラージまたもう一回見せるのかなこれか。ラージ。相場が終わった後。はい。これで見ると、ね、1900枚近いんですよ。はい。なのに、相場下行っちゃってるでしょ。だから、アンフィニッシュドビジネスなんですよ。ここをもっと上に行かなきゃいけないと思って。どうですか K さんわかりました K と渡辺さん指値が入っていやもう約定がもういっぱいついているからそこを上に行くんだろうなって自分で思ってるだけです
なんか日本語が変。モスキートさん28,200で勝利しました。あら、そっか。まあでもね、明日の CPI 出たら、多分ちょっとね、失速モードになるのかな。なんとなくね、今上がってんだけども、やっぱり、上がってくる分、ちょっとね、警戒感が出ると思うんですよ。フェッドは多分容赦なく、金利上げてくるし、タカ派的なコメントも出してくるし、と思うんですけどもね。330あたりまで、どっちかとしてくるでしょう。で、内出来とは違うということですね。違います。内出来とかわかんないし、私は。ただ、そこに、その値段で2000枚近くトレードして、それで反落とかすると、あるいは下だったら反発しちゃうと、その2000枚トレードした分はかなり多くトレードした分、もっと上、あるいはもっと下があるっていうふうに私は常に考えています。2000枚近かったらそれなりにインパクトあるのかなと思ってます。で、必ずそこをつく。でも、いつつくんだかわかんないんですよ。だから今日の9時42分からここやばいなって言ったのが、今さっきついたわけでしょ。ね。ということは何？どれぐらい経ってんの？12時間以上経ってるわけ。それがネックですね。プッと買ってみる。そうだね。いいかも。まあね、普通見たらね、いや、ごもっともで、ちょっと、チャートの、この急ピッチの上げが、ちょっとね、私も違和感感じるんですけど、何に対して違和感感じるかっていうと、直角に上に行っちゃってるでしょ。直角に上に行き過ぎてるんですよ。Well, the trade of the year has really been into U.S. as that safe haven. And so I think there's a lot of investors who look at the headlines around the war, look at the energy crisis, and have a major concern about investing in Europe and investing in the U.K. and some of these areas that seem to be in crisis. And so to the extent that you see that crisis start to fade away, I think there's certainly a lot of movement that we can see in the other direction. And from a valuation perspective, again, Germany, European financials, UK, those are all areas that look attractive to us. But there's a lot of uncertainty. ここから反発でも、ここから12月切りなんだけど、we could make a lot of money, you could also lose a lot of money depending on これは how 雲 things でし play ょ out. We want to う。 keep that in で、 mind as we こ position こ our に空き地があるでしょ、これ。スペースが。 portfolios. これが非常に気になってまして、ちょっと開けすぎなんですよ。だから開けた分、締めに行く。ね、開いている分、こっちを締めに行く動きがそろそろ来そうなんですよ。で、それはまあ明日の CPI 次第でイベントがあるんで、CPI 出たら下見るっていうような感じなのかなと思ってます。We're relatively neutral positioned in terms of how much equities we 魔 want 物 to だ have. ね。 We see areas of 計算 opportunity, も増えたん but ですね。 broadly CPI ま speaking, で我慢 equities し aren't ます。 necessarily absolutely cheap. And so we want to keep モ that ス in キー mind トさ as ん、 we 目 think 先 about は some of these risks 上だ around と思ってます inflation, よ。 some of these risks around growth that are really, global concerns. まあ、そう、まあ、上は上なんだけども、この急ピッチは
上げ方はちょっと違和感ありますよってこと。で、この雲が結構、右肩上がりなんだけども、結構急に上げてますよね。これもちょっと違和感感じていて、普通はこれを見ると、上の方までこういうとこね、超えていく感じなのかなと思うんだけども、意外とこの90度に近いとこってなんかこう壁みたいに見えていて、そのまんま雲の中入っちゃうんじゃないかと思ってます。そうすると、下の方に行きやすいってこと。だからこれちょっと要注意なんですね。この雲が。で、相場自体が急ピッチに上がっている分、今度は下に行きやすいと思ってます。遠すぎるともう、雲がってことそうそう、遠すぎるから、だからこそ、ちょっとね、後退する、これの空き地が出てる、スペースがあるから、そこにズボッと入りやすいってこと。と思います。ということで、なんだっけ、さっきのスプレッドシート。でれれれん。どこ行った？まだ説明終わってないのこれ。で、このトピックスの直近でもあります。それから、デレン NT 倍率。一応ね、その、日経とトピックスの、どっちが強いのかっていうのが分かるような感じで NT 倍率をつけました。そうすると、これもなんか実は面白くて、やっぱり NT が上に行くと、そのレジスタンスになってくるっていうか、14.46 以上になってくると、やっぱりさすがにね、さすがにちょっとね、売られやすい時代になってるのかな。14.46。10時45分ぐらい。10時45分。Ukrainian presidential advisor, joining us now, as is Bloomberg's Maria Tadeo, who joins us from Brussels. Maria, over to you. また今日の5分足。Thank you so much for joining us. I mean, I don't want to put words in your mouth, but I think that today you're probably a happy man and you feel optimistic about the prospects for your country. So I want to ask you at this point, given what we saw on Saturday, is it possible that with the right weapons, Ukraine can finally put an end to this terrible war before the end of the year? 380円で乗れた人。K さん、乗れた？ KN さん。来てたじゃん、ここ。乗れてないところで。ダメ？でも行っちゃったじゃん。こういうとこだよな。はい。ということで、今日のなんだっけ。10時45分。ほらほら。この辺から重たくなってきたんだよね。NT がそのまま、NT が一番高いところだったから、これが。だからそういうのもあって、NT も使いやすいんですよ。はい。ということで、じゃあ NT を見ていこうか。NT ratio。122-155 calibers. We need armored vehicles and tanks because you see how important to have enough armored vehicles and tanks to carry the manpower. So definitely we need more and more weapons from our Western allies to get our victory as soon as possible.
And as soon as possible, of course, Ukraine says hopefully this year can be put to an end to the war. But I wonder, there was a theory for a long time that weapons meant escalation, and that was a bad idea, and that would only これ anger が Putin, and that would only be a NT で、 problem. Would you say that at this stage, everyone who まあ、 said ミ Ukraine ニ cannot 日 fight 経割 back, ることのト weapons ピック means ス先物 escalation, な they've んだ been けども、 proven これなん wrong? か小数点が出ないからかける100にしています。だから、1440とかになってますけども。これが、だから、ケルトナーのこのバンド、14.50 までいったら、行き過ぎっていうイメージなんですけども、すでに、もう今の時点で、ここから先は、ちょっとね、行き過ぎのような気がします。前のこのバンドより上に行ってるし、この決め手はこのね、この雲、一目均衡表の雲より上に行っちゃってるから、行き過ぎなんですよ、これ。だから、これを見ても、ちょっと日経は買われすぎなのかなと思ってます。OK。4時間見てたら落ちそうな気するのは私だけがいや、そんなことない。4時間見たの、だって4時間はだって私がだいたい先に行ってたじゃないですか。自分のものにしちゃったんですよ、これ。私も見てましたよ、これ。Are we going to get anything looks like a no fight, no armed conflict around the site? And I wonder, given the information that you know, is there an actual risk, God forbid, but is there an actual risk of a nuclear incident perhaps happening there? いいね。あ、そう。じゃあ、ウォーター探してた人誰だっけ？ウォーター探してたケーヌさん。こっからがウォーターっぽいんですよ。で、ちょっとこう、段々畑みたいになってるんで、ちょっと難しいんだけど、明日の昼間、12時30分ぐらいから最初、この角に立つので、ここで、実はここから落ちるんじゃなくて、意外とここもうちょっと堅調に推移するのかなと思ってます。角はね、ジャンプしやすいんです。で、この角とこの角の間で CPI が出るんで、こうガタッと来て、こうなのかなっていう。でもまあ、かなり上の方に、4時間足でも上の方に来ちゃってるから、わお。ほら、ケルトナーバンドの上の方に来ちゃった、これ。これ行き過ぎだよな、こうやって見ると。これを見ると、上にはみ出ちゃってますから、まあ、ここからもっと上行くってこと？どうなんだろう。なんか日本株はなんか強くなりそうっていうイメージあるんだけど、これなのかな。そうすると上昇トレンドに入るっていうことになると思うんですけども、とはいえ、まあ、一回ねちょっとまた下を見るんじゃないかなと思ってます。No military objects in the city of Kharkiv around this thermal power plant to be shelled. But immediately in the evening, they hit the4時間見たら落ちそうな気がするんですよ。だから、そう、4時間足は、明日の昼ぐらいから随時チェックした方がいいかもしれない。ウォーター来そうな感じですよね。そう。ただ4時間なんで、ちょっとね、長いですけどね。OK。何の話？このスプレッドシートはこれでいいかな？で、これが一応、Mr. Zhovka, it's Guy Johnson in London. How much further can your supply lines allow your forces to go?
これが今日の動きか。はい。ただ、ちょっとデータが多いんで、もうちょっとシンプルに、もうちょっと間を開けた感じのやつをノート用にまとめたのがこっちなんで、こちらの方を出していきます。で、日中やっぱりすごい動くときは、5分足で見せていきたいと思ってます。OK。これが日中だけなんで、夜もできるようにしますんで、すいません。はい。それで、ダダン。今の売買動向、ラージが322枚。そんなね、派手に動いてるってわけじゃないんだよね。で、ミニが2918枚だから、290枚として考えると、314枚と290枚で、600枚か。はい。600枚の買い越しで、トピックスが638枚。もうこれでラージもミニもトピックスも全部買い越しになっちゃったわ。先生。これはまあ強いところですね。うん。先物全部買い越しになってます。これはちょっと強いかなっていう感じですね。これで売っていこうっていうのはちょっと難しいかもしれない。うん。今夜のニューヨークこれでどんどん上に行くのかなっていう気がしますよね。ただ、ケルトナー的に考えると、ちょっと上に行っちゃってますねっていう。これで見てもほら、これ60分足ケルトナーですけども、ね、上のラインより相場が上に行っちゃってるから、ただ、なんかこのトレンド的に上なのかなってね。すごいね、これ。下の雲がさ、全然出てこない。こんな感じなんだ、これ。もう一向に降りてくる気配はないって感じで上がってますけど。で、これが、だから、あ、そっか。あれを見りゃいいのか。デイリー。これがトピックスでしょ？あ、そっか。あれも知りたいよね。ハムレット君。じゃあ、トピックスのハムレット君。ハムレット君っていうのはもう、木曜日の夜に12月切りに変わった時から今までの累積、出来高で一番多いところです。それがトピックスですと、こうだな。1959。はい。これを自分のノートに書いといてください。トピックスのハムレット君は今のところ1959。これ割ってくるとまた雰囲気変わってきますよってこと。OK。次。なんか学校の勉強みたいな。勉強の、そうですよ。勉強ですよ、これ。Next。じゃじゃん。これが、ラージだな。一発でわかるラージ。なぜかっていうと、売りが多いから。なぜか、なんかもうラージって、9月切りもそうなんだけど、
12月切りも引き続き売りが多いんです。売り越しなんです。なぜか知らない。この赤いのは売られてるってことだからね。ラジ。強いね、これね。肝。さあ、じゃあラージのハムレット君、これを書き留めてみましょう。あ、売り越しなんだ。このハムレットは。そっか。なるほどね。隠れて見えねえんだけど。あ、28,000ちょうどなんだ。すごいね。先生。ラージのハムレット君は28,000ちょうど覚えやすいね。しかもここは売り越しなんですよ。まあラージだからね、売りが多いんで、そうなんでしょうけども。28,000割ってきたら、ちょっとおかしいかななんて思ってください。ハムレットがいますね、ハムレットは。これまた変に切り上げて上に来てるから、こういうとこ気にするんですよ。28,240 円、薄商いです。ここから下は、ジェンガ相場。ジェンガっぽいでしょ、これ。一本抜けたらガタッと下がるから。ジェンガ相場。はい。NEXT はミニ。ほら。これですぐわかるミニ。真っ赤がないでしょ。緑だけでしょ。緑とか売られてるところもピンクでしょ。大した売りが入ってないんで、売られても。で、緑が多いでしょ。だから買い越しが多いってことなんだよね。面白いでしょ。だからミニが堅調なんだよ、今回も。で、それは9月切り。9月切りの時もそうだった。ただ、ね、ガーッと上行って、そのまんま、皆さん3万円行くとかなんか言ってたんだ。その時に、急になんか、相場が転換してバーッと落ちたでしょ。そういうのを考えると、今回もこの12月切りっていうのは、こうやって上に来てるんだけども、ね、ミニ、主導で上がってんだけども、売られやすい試合っていうのは、念頭に置いといた方がいいかもしれない。9月切りと同じような動き方してる。これもだからほら、28,400、250円割ったとこが薄商いなんで、250円、これも書いといた方がいいかもしれない。28,250円割れは危ない。Sunday program talking about the fact that the US and UK are ということ。 sharing intelligence with Ukraine, and clearly you see that paying off. There's obviously also going to be the fact that the White House wants to see through more money, just under $12 billion, to go towards Ukraine when the Congress this month is trying to work out this stopgap funding measure. And they're likely going to use what we have been seeing, especially over the course of this weekend, which is the fact that the Russian Defense Ministry is admitting that they need to regroup because of what you're seeing with Ukraine pushing back those forces, saying that this is working. And 実はなんか過ぎたらなんかもうどんどん上に行っちゃうっていうなんかこう地味になんか強いね。250円危ない危ないです。はい、危ないです。250円以下はジェンガ相場です。ジェンガ相場。Of doing this, are you going to see Putin really dig his heels in and potentially become even more aggressive? And the U.S. will say now is the time we need to continue that spending and support for Ukraine. これ見ただけでここ薄いからこの相場は折れやすいと思うんですよ。折れやすい。Economy
and energy supplies, given the fact that they are just not getting as much natural gas from Russia. So, Anne-Marie, on a European level, this would obviously be これでいいのかな extremely important politically and energy-wise. ミニの Here ハム in ヘッ the ド言ってない。 US, is it? そうそう、だから、 How does this play into the midterms at all? ミニのハムハム Yeah, は、 well, natural gas doesn't play nearly ミ as ニ important のハムハムは in the American psyche or 28,000コロ10円。 gas prices would, right? So 28,000コロ当円で買い越しなんだ、僕は。なるほど。まあ、だから28,000円までね、来たら危ういってことですよ。そうするとミニとラージがもうほぼ同じ位置にあるんで、本当に28,000円割れると結構インパクトあるんじゃないですかね。でもそのインパクトっていうのが下に行くインパクトっていうかこう、なんだろう、乱高下しやすい。波乱要因になりやすい。まあ売り買いが増えるってことだよね。もちろんそうだよね。だから、ハムレット君なんでね。買いか売りか、それが問題だって悩むとこだから。ということですよ。ミニで一時的に釣り上げている下げ相場ということでしょうか。そう。それもね、ちょっとね、わかんないけどさ。ミニで一時的に釣り上げている意外と上げ相場かもしれない。そこで出てくるのがトピックスなんだよ、多分。でしょ。その上げ相場なんだけど下げ相場っていうのを決めてんのが裏ボスがトピックスなんだと思う。そう。このやつ。だから日経、皆さん日経で日経先物なんかちゃんとずっと見てるけど、トピックス見なきゃダメってことだね。なんかそんな気がした。で、まあだから、チャートって結局点と線の動きだからちょっとわかんないんだよね。だから、ボリュームを見なきゃ意味ないと思ってるんですよ。出来高。ね。だからさっきの380円もこう、ね、遅かったけど、結局抜けて、今ほら425円でしょ。ある意味、とっても大事なとこを教えてくれるのが、その売買高だと思ってますね。というところです。はい。覚えました。覚えておいてください。信じるか信じないかは信じてください。ということです。そうだからね、28,250円割れと、あと28,000ちょうどね、ちょうどそこも危ういです。Okay. それとトピックスなんだっけ ?1959 だっけね。そう。こういうのもだから、頭の中に入れといた方がいい。でもまあ、ボリュームが増えればそれなりに変わってくるから、随時私がチェックして皆様に教えますので、今後もよろしくお願いします。今日、明日復帰せなあかんわ。そうだな。When you have to make choices, it's probably the easiest choice to make, and also because certain industries will not be able to survive in an environment where gas prices are higher and energy prices in general are higher. So things like steel, aluminum, cement are going to go look for places where they can find cheaper gas in order to be able to prevail. And at the same time, なんか他にもあれかな、スペースやってんのこれ。最近なんか、ね、スペースいっぱいあって、面白いね。なんかラジオ番組がいっぱいあってみたいな感じで。ある意味だからこの、ツイッターのスペースってすごいよな、思いますよね。こんなテクノロジーですごいな。And also permitting. I mean, we got a lot of problems here in the U.S. to make this LNG export dream come true, in essence.
あと、外部要因で、ちょっと気になるのが、やっぱり、ウクライナと、あそこ、ロシアの、ね、状況って言いますか、戦争の行方って言いますか、どうなってるのかよくわかんないけど、なんか、かなり、ロシアが押されちゃってるんで、このまんまウクライナがどうするかっていう話なんだけども、意外と、なんかあっちの欧州のスペースとか、この前、週末聞いてたら、これで引き下がるわけにはいかないから、多分ずっとそのまま、もしかしたら、ロシア内までウクライナ軍が侵攻していくんじゃないかっていう、ここまで来たから、本当に。そうすると、ちょっと、地政学リスクがまたね、変な風に、リスク的にでかくなってくるんじゃないかっていう。そう。だからその発展もちょっと注意していきたいなと思ってます。ということでした。はい。ちょうど1時間ぐらい経ったんで、この辺で終わりたいと思いますが、いろいろと勉強できましたでしょうか。380円乗れた人、なかなか難しいよな。しかも私、もうそろそろ釣った時にはその後は落ちたからね。なんだよこれ。そしたらアメリカが始まった時に上がって結局スルーしていったっていう。Russian piped gas. How much more is Europe going to be paying if it relies on the まあ、 Americans? それが相場なんでしょうね。難しいってことです。はい。OK。じゃあ、また明日かな。お疲れ様です。スペースの皆様、どうもありがとうございます。後で YouTube の方を見てください。いろいろとビジュアルで説明しているところ、口頭では難しいところありますので、見ていただければと思います。ありがとうございます。はい。24さん、どうもいつもありがとうございます。Alright。エイミーさん、どうもありがとうございます。カメさん、どうも。お久しぶり。泣いて笑ってるけど。イェーイ、ロゼットさん、どうも。ふみえさん、どうもありがとうございます。ね、女性がいるからさ、緊張しちゃうよね。しっかりしないとと思いますよ。OK。じゃあ、泣いて笑ってますけど、エミさん。ありがとうございます。じゃあマイクの方をミュートにしてお別れしますので、どうもありがとうございました。じゃあ、ブンブンハロー YouTube の人たちみんなありがとう。Sharif, we're going to leave it there. Thank you very much indeed, Sharif Suki, Telerin, Executive Chairman and Founder. Enjoy the Côte d'Azur. Okay, coming up. 結構だからこのミニっていうのが癖問題ね。このミニがなんかこう相場誘導してる感じしますよね。で、そのラージに換算してもラージよりも小さいのにもかかわらず相場を動かしちゃう力があるんだよね。なんかだからあんまりラージとの板との関係ってあんまないような気がするんだよな、なんとなく。なんだろうね。関係するときとしないときがあるな。まあでも結局ロボットが動かしてんで、そういう動きですよ。ね。また明日ね。テイさんでも今日なんか結構重かったんじゃないの？ね。往復でなんかできたとか言ってましたね。
まざまーす。お疲れ様。じゃあスペースの皆様も。お、やべ。こっちを消さないといけないな。